今日は東京は大雪です。今日野菜届くんだよね。届きます。よし。てか届くかなこれ。野菜届きましたね。やったね。ちょうどね野菜頼んでたから、ねよかったね。二人今日は大雪で、ね。家から出られないでね。まあこんな寒い日にはね鍋でも食べて。いいね。あ、手紙だ。今日もまたね、そろそろ広告費お金もらいたいよね。また野菜の。いいんだよ、こういう自主的にもうシンプルに応援する気持ちでね買ってるから。鹿児島の野菜。ああ、薩摩市。さつまいもか。ご注文ありがとうございました。下段にさつまいも、かぶ、コールラビって何？今日もね、鹿児島からの野菜をね、すっごい安かった。この一箱1000円だよ。いいからコールラビを見せてほしい。今回も袋君お金もらってるんだから別に紹介しなくていい。袋使わないで。新聞でやってくださいとお願いしてて。でこれ何？エンドウ豆とインゲンとズッキーニ。緑。最高。ズッキーニとこれがコールラビだよ。全然思ったの違う。爆弾みてえだな。これです。貸して。すっごい冷たい。ね。外寒かったよね。配達員の人大変だった。玉ねぎ多くない？ちょっと待って、こんなにないんだけど。これ1000円？マジで？この一箱1000円です。やばくないこれ？この玉ねぎこんないらないんだけど。いや、いる。いやもうすごいカレー作ろう。やばくないこれ？じゃあ今日は何だったっけ？オニオングラタン。そう、今決めたんだよね、それは。さっき決めた。まあね。オニオングラタンですね。オニオングラタン作りながら皆さんの質問に答える動画にしようかなって。インスタで上がってたやつね。そう。最近料理ばっかり作ってるから。一味を。玉ねぎばっかり。ね。新玉ねぎ季節だからね。これオニオンの器にしてグラタンにね。グラタンの器にしようかなと思って。丸ごと玉ねぎ？そう。ちょっとでかさがね大事。器作り難しそうだよね。ね、中身くり抜く。さて、皆さんからの質問を。もうやんの？だって。焼いてる途中とかにやりたい。泉が玉ねぎを切ってるの面白くない？そう。器作り面白いんじゃない？いや、どう器作るかは。わかった。マジかよ。じゃあ質問まで少々お待ちから。そうでしょ。作りながら Q&A にしようかなと思ってた。まあじゃあいいよ別に。もう器作りに集中したいならそれでもいい。いや思ったより暇だし。いいよ言って。玉ねぎどこまで剥いていいのかわかんない。これ新玉だからもう全部食べてもいいんじゃない？そうなの。じゃあこれだな。こんな感じ。なるほど。で中に何か入れるの？玉ねぎを中に。やばい。これ本当に出せるの？多分。目は痛くないですか？大丈夫。新玉って目痛くないんだっけ？そう。じゃあ一番最初の質問していいですか？私たちが出会ってない時のことを想像したことがありますか？出会ってないでこの年齢になったらってこと？そう。なるほどね。と言ったらね、俺はあれかも。泣かないで。泣かなくてもいいよ。これが狙いか。感動のストーリーにしよう。そっか。考えられんね。っていうか、むしろこういう風になるとは想像してなかったからね。自分が国際結婚して。逆に今は意外って感じ？そう。むしろ出会ってないことだけを想像してたかな。だって思った？
デザイナーと付き合う。確かにね。ちょんまげにサムライヘアと付き合うと思った持ってない、多分持ってない。いいでしょうちらが付き合ってなかったらどうなってると思う。私が多分めっちゃ仕事めっちゃ仕事してる。私も。うん。結婚するまではどのぐらい付き合ったのと、その一番失敗したデートとかありました？離れて暮らしてたから1週間に1回絶対行ってたね、デート。出たね。で一番失敗だなと思ったデートありました？最初のディズニーランドかな、ディズニーシーか。ディズニーシー。ディズニーシー、付き合って1週間以内にディズニーシーに行ったことは一番確かに良くなかったね。鳥に肉食べさせたし、ね、ラザニアをおごって断られなくしたし。確かに私が泉がせっかくラザニア買ってくれたから、食べなきゃと思って食べちゃったよね。よし。次は何しますか？こんな感じ。すごいですね。こんな料理見たことないかも。嘘。玉ねぎを丸ごと、しかもくり抜くって結構新しいと思うよ。そうね。確かに。あとは、くり抜いたやつをみじん切りにして、あとはツナとチーズと、あと塩コショウ。なるほど。で終わり。どんな理由で喧嘩しますか？最近細かいことで喧嘩するようになったね。もう大きいことは。細かいこと？もう大きいことは大体喧嘩しなくなったよね。そうね、なんか昔ね、生活リズムが合わなかったって言ってた。そう。結構それ大きいんだよ。でもうそれはすり合わさって解決済みって感じ。今はそうね。なんだろうね。なんかあれかな。洗濯物のさ、エラーが起きてて洗えてなかったりとか。そういうなんか細かい。気をつけろよ。私が泉動画に出てるの誰も見たくないって言った時、私の方が YouTuber だって言った時に泉が本気で怒ったよね。なんか。そう。いや、俺も頑張ってんだよ。いや、違う、そんな感じじゃない。いや、一緒にやろうよっつって始めた。いや、別にもう一人だったら全然自分でやればいいじゃん。何こいつって思ったもん。そのぐらいだよね、最近。結構、それが焼くときにこれで焼くか。そうね。それで。ほら、手伝ってるよ。少し。一個のことに集中しちゃうからね、鳥は。で、これよく考えたらさ、玉ねぎにさ、ツナとチーズ入れて、また戻すって絶対入んないよね。確かに入らないね。絶対入らないよね。どうする？で、入んないよね、絶対。入るわけないもんね。確かに。そりゃそうだよ。無理でしょ。電子レンジだっけ？電子レンジ。電子レンジか。よし、パスタ作ろう。急遽。いいね。はい。火通ったかな？どうだろう。すごい肉汁が出てる。本当だ。これはそのままでいいのかな、トースターに。わかんねえ。トースターで5分。ちなみに質問されたんですけど、日本の台所って結構箸とか使ったりすることが多いんだけど、ヘラとかそういうお玉みたいなのないの？あるよ。バブルン。汚い。いっぱいあります。もう普通の日本じゃなくても台所で使うようなやつはいっぱい。ヘラ。ただ箸って結構便利だよね。環境のために何かやってますか？そのゴミを減らしたりとかプラスチックを減らしたりしてますか？そう、個人で。個人ではもうずっとやってるよね。最近結構レジ袋、エコバッグ買ったり、使ったりぐらいかな。いいんじゃない？あとはあれだよね、炭酸水をさ、そう。ペットボトルで飲まないように家で作ってるやつとか、あとこの野菜もそうだよ。そうね、確かに野菜はね。ビニール袋ので。そうね、確かに。いいよね、ほんとね。これなんつうんだろうね。なんか昔は頭ごなしにこれやれって環境のために考えろって言うとなんか微妙だったけど、やってみたらすごい満足感あるよね。募金と一緒で。なるほどね。あとね、最近ずっと
ある理由で、みんなが知ってる理由で家にいるんですけど、おうあの、いいウイルスね。ウイルスね。ある理由でね、それで2人でずっといるの飽きないんですかって質問があったね。おお。じゃあ次の質問。おほほほほほほ。でも言うて、あれだよね、ずっと一緒にいるからね。休日もね。確かに。そこまで変わりないというか。ね、リモートワークしてる時も、なんか、別にね、お互いの作業集中してるし、アレクサ、そう。苦じゃないですよ。全然。ねね、てか、それで言ったら昔のワンルームで生活してる時とかあるから、今もう全然ね、確かに。全然嫌じゃないよね。確かに。質問ありがとうってロシア語でなんて言うの？ Спасибо за вопрос. バプロース。 За вопрос. ザ・バプロース。ザ・バプロース。ザ・バプロース。スパシバザ・ブロース。バプロース。ザ・バプロース。バプロース。あ、骨が入ってた。なんで？バプロース。バプロース。バプロース。次の質スパシバザバプロ問。ース次の質問。スパシバザ・バプロース。次の質問。スパシバザ・バプロース。バプロース。バプロース。スパシバザ・バプロース。子供は何人欲しいですか？名前は日本の名前にしますか？悩むね。おっと、うどんみたいになってしまった。やべえ。え、子供？別に何人欲しいかとか別にないけどね。手伝いましょうか。大丈夫。もういいもん。まあ俺ら3人兄弟だから、3人ぐらいいたらいいかなって思っちゃうけど、ああね、なるほど。多い方がいいかなって思ってるけど、多い方がいい。一人じゃない方がいいかなとは思あってる。おー、うまそう。美味しそう。いいじゃん。これがいいと思うよ。はい、できました。美味しそう。トマトパスタ。と、即席のね。イエーイ。イエーイ。オニオングラオニオングラタンですね。うまそう。じゃいただきます。いただきます。さっきさ、最近一緒にずっといるの疲れないのって質問があったんだけど、小さい空間、狭い空間でお互いのそのスペースとかそういうのプライバシーを守るためのコツとかそういうなんかありますかみたいな質問があるんだけど。いや、美味しいね。これ玉ねぎがうまいわ。美味しいね。うん。確かに。多分時間の分け方はしっかりしてるね。空間はあんま分けてないけど。ああ、はいはいはい。泉は朝早く起きて自分の用事とかやったり。そう。で、あと、お互いが集中してるときは、鳥が、デザインの仕事やってるときは、気をつけてるし。確かに私は今から動画撮りますっていうのを宣言しようね。宣言しお互い。て、で泉じゃあ私が静かにやるとか、違う部屋にとかバルコニーに行くとか、確かに。スケジュールをね、共有しまくるね。めっちゃ。そういうのをなんか繰り返してるとさ、今日何するのっていうの自然と会話の中で出てくるよね。朝一番にさ、今日何する？それだったら夕方ぐらいにビデオ撮るから、先に俺仕事をやっとこう。で、その間に、別に俺が静かに作業できる字幕の編集とかをやろうみたいな、そういう分け方ができるから、時間を、なるほどね。空間じゃなくて時間を分ける。時間を分けるっていうのが狭ければ。遠距離恋愛どう思いますかっていう質問。どう思う？そう。どう思い？できるできない？俺は？そう。二人で？鳥がダメだろうな。つまりできない。そうね。泉私じゃなかったらできる。多分。できる人だったらできる。できる。相手ができるんだったら俺はできる。おー、なるほど。ズームとか積極的に使ったらいいと思う。顔見るのはでも大事だよね。そうね。遠距離恋愛にしても電話だけはダメだと思う。リモートワークやってて思った。マジ顔合わせるの大事。確かに。細かくね。で、人間ってやっぱテキストとか音声だけでだと情報量少ないから、そこの情報量を補おうと脳みそが勝手に頑張ってネガティブな方に想像力働かせることがあるから、マジで顔は見た方がいいと思います。なるほど。絶対できないです。ズーム使っても何使ってもできない。毎日ズームで顔合わせてもできない。そう。らしいです。泉に質問。ほら。最近日本に来てる引っ越してるとか、普通に日本に来てる外国人が結構増えたんだけど、
それに対してどう思いいんじゃないういいんじゃないうん。なガンガン来てほしい。あ、そう。なんか、イメージとしては、日本は結構、なんだろう、今まで外国人少なかったし、うん急に増えたからこそ、うん。うん。あんまり、よそもに、いや、うん。よそうんよそ者に来てほしくないイメージがあるんだけど、観光で来てるならいいんだけど、住むみたいな。いや、そんな言ってられないと思ってて、もう、日本がいくらそんな姿勢を取ろうとも、世界はもうさ、もうグローバル社会になっていて、企業とかの競争力とかもグローバルで戦っていかないといけないし、だから、そんなこと言ってたら日本がどんどん弱くなって終わるから、もう、来る来ないは別にしても、その価値観を受け入れるような土壌は持っとかないといけない。まあもちろん、日本だけじゃなくて、他の国もそうだけど、まあいろんな、もともと住んでる人たちと、そこの移住してきた人たちのハレーションとかあるとは思うけど、そこはまあ解決しないといけないと思うけど、全然価値観を拒むのは俺ノーだと思ってる。日本的に良くないと思う。そんな言ってられないよね。多様な価値観。まあ、俺もティッシュ下に置いてるけど。東京から引っ越す予定ありますか？ある。ある。ありまくり。人口が少ないところがいいかなって思ってる。そうね。あと自然が豊かで、庭でうん。運動とかできるぐらいのね。それがいいなって思ってます。ね、どこに引っ越す全然まだ決まってないけど。全然決まってないけど。まあ候補としてはいろいろね、鹿児島とか、いろいろ旅行して、これから決めようかなと思います。はい。はい。美味しかった。玉ねぎ美味しかった。びっくりした。ね。あんな。初めて見た。あんなレシピ。あれって日本料理じゃないし、何料理なんだろう、あれは。知ってる方いたら教えてください。では、皆さんも玉ねぎ食べてね。玉ねぎ食べてね。春の。ウクライナの春玉ねぎ食べる。あると思うよ。旬なんだ。うん。